ちじゃ不気味度を魅力じゃ。今回はセガサターン屈指の名作であるナイツ・イントゥ・ドリームスの続きをプレイしていくのじゃよ。いよいよエリオットでのプレイも今回が最終ステージとなるステージ4と、そしてエンディングじゃ。豪快にネタバレになるまで自分の力でクリアしてみたいという人はここで視聴をやめることを推奨するのじゃ。あとはエンディングをじっくり見ていただきたいので、トークも少なめでお送りするのじゃよ。クラリスでプレイした場合と同様に、ステージ3までを C ランク以上でクリアすると、隠されていたステージ4がプレイできるようになる。ステージ4、ツインシーズは、クラリスとエリオットの共通ステージとなっている。このステージで、クラリスとエリオットの2人の夢が混ざり合うわけじゃな。クラリスの場合と同様に、イデアパレスにとらわれたナイツと同化しようとするが、ナイトメアの支配者ワイズマンによって防がれてしまう。空中に浮かぶ岩の塊の上に取り残されたエリオットは、まさに行き場を失ってしまうのじゃ。たとえ行き先を見失っても、今を変えるために一歩を踏み出す。その勇気をこの冒険の中でエリオットもまた手に入れたのじゃ。ナイツの力を借りることなく、エリオットも自分自身の力で空を自由に飛べるようになったのじゃよ。ステージ1で過去、ステージ2で現在、ステージ3で未来に対するエリオットの意識に触れ、そしてこの現実の街に似たステージ4で現実と夢が重なり、そこでプレイヤー自身が決めた決断がエリオット自身の決断にもつながる。何度見てもこの展開は背筋がドクッとなるほど神がかりで素晴らしい。このプレイヤー自身の行動、決断が物語を進めていくというのがまさにゲームならではだと思うのじゃよ。例えば映画としてこのエリオットたちが一歩踏み出すというシーンを見ても、きっとゲームとしてプレイした時の感動には及ばない気がするのじゃ。この感情移入度の高さがゲームといいエンターテイメントの素晴らしさだとわしは思うのじゃ。自分で決めて行動した結果だからこそ自分だけの感動がある。プレイヤーの数だけ物語やドラマがある。ゲームとは良いものじゃな。さて、クラリスの時と同様にこのステージ4は4つのコース全てを合計3分以内でクリアしなければならない。ランク A を取るためにも何周もしている余裕はないので、とにかくリンクをつなげつつブルーチップの取りこぼしがないようにクリアするのじゃ。今までのように山や地面、建物がないので距離感や位置感覚がつかみにくく、どこを飛んでいるのかよくわからなくなりがちなんじゃよ。まあ慣れるまで頑張るのじゃ。コース4になるとステージの最初でナイツが閉じ込められていた特別性のイデアパレスが見えてくる。目的地はこのイデアパレスじゃ。邪魔な風船をドリルダッシュで破壊してスコアを稼ぎつつナイツを助けに向かうのじゃ。エリオットでプレイした場合は今度はクラリスが助けに来てくれる。無事にナイツを解放できたので、いよいよナイトメアの支配者ワイズマンとの決戦じゃ。エリオットだけでなく
クラリスもナイツに同化して一緒に戦ってくれるのじゃ。まあ実際はただ一緒に飛んでいるだけっぽいんじゃが、上下に動いてフェイントをかけつつ攻撃じゃ。本体にダメージを与えたらワイズマンは反対方向に現れるので、すぐに反転する。時間短縮のため少しでも距離を縮めるのじゃ。隕石バリアをうまくくぐり抜けて再度体当たりじゃ。また反転じゃな。雪玉が邪魔なんじゃよ。この竜巻攻撃の中央部分がすり抜けられるはずなんじゃが、うまく合わせられないのじゃ。なんとか間に合った。再びワイズマンを撃破じゃ。ナイツとの同化が解け、エリオットたちは夢の世界から現実へと帰っていく。エリオットにもクラリスと同様に単独でクリアした場合のエンディングと、クラリスでクリア後にエリオットでクリアした場合のエンディングがある。まずエリオット単独でクリアした場合のエンディングじゃ。目覚めたエリオットが友人たちといつものバスケットコートに向かうと、戦術核へのプレイを見せつけられた年上の少年たちのグループがいた。それを眺めるエリオットの手に、あの夜に手に入れた勇気が輝く。意を決して仲間たちを誘って一歩を踏み出すエリオット。あの夢の中のように、宙を舞うエリオットのゴールに、年上の少年グループも素直に簡単な声を上げたようじゃ。エリオットもまた自らの勇気で現実を少し変えることができたのじゃ。ナイツはあくまできっかけを与えてくれる、力を貸してくれるだけで、最後に現実を変えるのはあくまで本人というのがまた良いんじゃよ。本作のキャッチコピーであるナイツはいつもあなたの夢の中にいますというのは、言うなれば世界を変えることができる勇気を誰もが持っているということでもあると思うのじゃ。そしてエンディングで流れる名曲「ドリームスドリームス」がまた良いな。単独クリアなのでキッズバージョンじゃ。
You're the one I waited for. I dream of you. Yeah.最後はクラリスでもプレイしてねとユナイツからのメッセージが表示される。まあこれはクラリスでクリアした時の逆じゃな。ここからはクラリスでクリアした後にそのデータでエリオットでクリアすることで見られる新エンディングじゃ。クラリスの新エンディングとの違いを見てみてほしい。通常エンディングは部屋で目覚めるところから始まるが、その前に夢の世界ナイトピアでの場面が追加される。目覚めたエリオットがナイトピアンたちの向かう先を見ると、そこには気を失ったクラリスの姿が。クラリスを木陰に運んだところで、エリオットは現実へと戻されてしまう。このシーンがクラリスの新エンディングにつながるんじゃよ。ここはエリオットの通常エンディングと同じじゃな。そしてここからクラリスの新エンディングと同じく2人の出会いのシーンが描かれる。この場面もエリオットのエンディングを見たからこそわかる部分があるのじゃよ。
レイランクでクリアしているので、スタッフロールで流れるドリームスドリームスもアダルトバージョンなのじゃ。 You're that special one that I've been waiting for, and I hope you're looking for someone like me. In my dreams, I can hear you calling me in the night. Everything's so sweet in your eyes. I feel there's so much inside. In the night, dream delight. I want to see you standing there. In the night, dream delight. I found someone who really cares. In the night, dream delight. I want to see you smile again. In the night, dream delight. You're the one I waited for. In a dream we can do everything we want to. There's nowhere I'd rather be but here with you. The stars above light the way only for you and I. I'm so glad I found the one I've been looking for. Keep the dream of the one you're hoping for. Love can come through an open door. Just be strong, Just be strong. and you're sure to find the one, the one, the one, the one. Dream delight. I want to see you standing there. In the night, dream delight. I found someone who really cares. In the night, dream delight. I want to see you smile again. In the night, dream delight. You're the one I waited for. Oh, baby, you and me, We could be together forever. Baby, baby. baby. 2D と 3D が比ばた時に生まれたゲームなので、ゲームシステムとしては今見ると古く感じてしまうのは否めない。ボイスなしの演出も今やるとチープに見えてし You're まうか the もしれ one ない。 I waited for. そういう意味では当時だからこそ生まれた作品であり、リメイクや新作がいまいち話題にならなかったのもなんとなく納得できてしまうのじゃ。しかし本作で取り上げたテーマやゲームならではの体験は時代を経ても変わらない普遍的なものだと思う。だからこそ今も多くの人に愛されているのだと思うのじゃよ。本作を世に送り出してくれた制作スタッフの方々に敬意と感謝を申し上げるのじゃ。
れではナイツの動画はここまでじゃ。今回は実はもう一つおまけの動画をアップする予定じゃ。では次回もよろしくな。